り食、調理後重量あたりのエネルギー量の計算。じゃん。皆さんこんにちは。文部科学省の公表している日本食品標準成分表には、食品の 100g あたりのエネルギー量が載っています。ペットフードもフード重量 100g あたりのエネルギー量が表示されていることがよくあります。いろいろな食材を混ぜて作る手作り食も 100g あたりのエネルギー量があると食べた量からカロリー計算できるので栄養管理しやすいよね。今回は手作り食の調理後重量 100g あたりのエネルギー量の計算方法についてです。ではまず問題です。お肉とご飯と野菜をそれぞれ 100g ずつ用いて手作り食を作ります。調理前の使用食材の合計は 300g です。このお肉とご飯と野菜のエネルギー量は 100g あたり 100kcal と 123kcal と 20kcal で合計 243kcal です。調理後の手作り食の総重量は 270g になりました。この調理後重量 100g あたりのエネルギー量を計算しましょう。ただし、調理前後の変化は水分量のみとします。正解は調理後重量 100g あたり 90kcal です。ここに出てくる調理前後の変化は水分量のみとしますという条件がこの問題のポイントです。まず調理について説明します。調理とは食材を洗ったり切ったり加熱したりすることです。洗うことでゴミや農薬を取り除くことができ、切ることで食べやすくなったり、火が通りやすくなったりします。調理によって栄養素量や消化性が変化します。野菜を切って水にさらすと水に溶けやすいビタミンやミネラルが野菜から出ていったり、加熱することでビタミンが壊れたりします。加熱はでんぷんを消化しやすくしたり、殺菌の効果もあります。さっきの問題の条件では調理前後の変化は水分量のみとしていますが、実際は調理によってビタミンの減少などいろいろな変化があります。問題の調理前の総重量 300g は調理後 270g に減少します。このことについて考えてみましょう。3種類の食材を 100g ずつ用いるので調理前の総重量は 300g です。食材には水分のほかタンパク質や脂質など様々な栄養素が含まれています。この調理前重量は 300g でしたが、調理後は 270g になりました。この減った量は水分量によるものです。食事に含まれる成分は水分とそれ以外の乾物に分けられます。乾物についてはこちらの動画で詳しく説明しています。調理前の総重量は 300g でした。調理によって水分が減少して調理後の総重量は 270g になりました。乾物は水分以外なのでタンパク質や脂質や糖質などが含まれています。エネルギーを持つ三大栄養素は乾物に含まれ、この量は調理後も変わりません。調理前後の変化は水分量のみなので、エネルギー量は調理前後で変わりません。問題の回答です。問題を表にしました。調理前の各食材の使用量とそのエネルギー量の合計は 300g で 243kcal でした。調理によって水分が減少し、総量は 270g に減りましたが、エネルギー源である三大栄養素量は減らないので、243kcal は同じです。
問題は調理後重量 100g あたりのエネルギー量を求めるので、このエネルギー量を A キロカロリーとすると、270g 対243キロカロリーは 100g 対 A キロカロリーの比の式ができ、これを解くと A は90キロカロリーです。この手作り食の出来上がり重量 100g あたりのエネルギー量は90キロカロリーです。まとめと法則。調理によって食材から水分が奪われたり、食事に水分を加えたりすることで、調理後の重量は変化します。調理は食事の安全性や消化性に影響を与えます。調理によってビタミンやミネラルの量が変化します。ビタミンが流れるとか壊れると言われますが、通常ゼロになるほど減るわけではありません。調理による影響を受けやすいビタミンのトップがビタミン C です。水に溶けやすく加熱によって壊れやすいビタミンです。人はビタミン C を合成できず、食事からの摂取が大切なため、調理による減少が強調されますが、犬猫は合成できます。よかった。またね。